こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、爽やかなイラストですよね。今回は8月8日から9日にかけて上海で開催された GAF イラスト芸術祭で添削させていただいたイラストです。草原に佇んでいる旅人の少年。はい、物語のね、主人公のような雰囲気ですよね。まだ頼りないながらも、これから困難に立ち向かっていくような勇気と決意を感じられる作品だと思いました。で、どこを添削していくかなんですが、この作品を見た時にちょっと思ったのが、壮大な世界観がこれから待ち受けているような雰囲気なのに、絵としてはちょっと縮こまってしまっているような、狭いね、こうミクロの世界を描いているような絵になってしまっているなと思いました。この絵にはね、実際描いてはいないんですが、手前にね、こう葉っぱに乗ったテントウムシを描いたら、なんかその虫を捕まえるために寄ってきたような、なんかそういうね、小さな世界観を表現するような構図、絵作りになっちゃっているんですね。ちょっとそれがね、もったいないなと思いました。なので添削を通して壮大な世界観を表現するにはどうすればいいのかお伝えしていこうと思います。はい、まず最初に調整したいのが人物の画面への入り方です。インパクトある絵作りとしては非常に成功しているんですが、画面に真ん中にドンと人物が大きく入っているおかげで、代わりにですね、世界観がちょっと縮こまっているような感じがするんですね。はい、やってみます。はい、こんな感じ。主人公を左右どちらでもいいんですが、少し寄せてあげて、左右非対称の画面にした方が絵に動きが出ると思います。それと背景を広く見せるために、ちょっとだけ主人公を小さくしました。人物を小さくしたので、足がね、こう見切れてしまいましたよね。書き足していきましょう。はい、足を書き足しました。足がね、膝下まで入ったことで、地面にスッと立っている感じが、見ている人に視覚的に伝わるようになりましたね。添削前は地面の高さに対して足がね、こう見えなさすぎだったので、そのせいもあってなんかしゃがんでいるようにも見えてしまっていました。なので見ようによってはね、虫取りをしている少年にも見えてしまっていました。これから魔王を倒しに行く主人公なんじゃないかと僕は勝手に思い込んでいるので、そのポテンシャルをね、引き出していきます。さあ、それとね、こんなポーズによっても壮大な雰囲気はアップすることができます。はい、やっぱりですね、手は広げた方が壮大な感じはアップすると思います。添削前もですね、手自体はよく描けているので、描く力は十分にある方だと思いますので、自分が伝えたいイメージによってポーズをいろいろと調整してみてください。そしてこの絵に壮大な世界観が足りない理由、ストーリーがいまいち思い描けない理由がもう一つあります。これを描いていないから、この絵には壮大な感じを感じてもらえないという結構重要な要素です。それが風です。壮大な感じの絵、これから何か起こりそうというワクワクするような絵って大体ですね、風が吹いてるんですよ。大体っていうのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、風を吹かせることによってね、これから起こる様々な出来事やストーリーを彷彿とさせることができるんです。こうします。はい、一応ですね、添削前にも草が空中に舞ってたりと風をかこうとしている感じはあるんですが、葉っぱだけだとちょっと風が物足りないんですよね。なのでマントをブワッと大胆にはためかせて、画面から一発で風を感じられるようにしましょう。それと絵の見栄えをアップするためにはコントラストも重要です。白と黒の快調さですね。コントラストを上げた方が迫力が増しますし、下げれば静かな雰囲気になります。今回はある程度元気でポジティブなイメージにしたいので、コントラストを上げていきましょうか。やってみます。マントのコントラストを上げたことによって人物に強い光が当たって元気で快活な印象が増したと思います。それとですね、これは皆さんによく質問されることなんですが、人物と背景を描いてみるとなんか人物が背景に馴染めず分離してしまうような感じがしますというお悩みをよく聞きます。これですね、結構簡単に解決できます。どうするのか、こうします。はい、
マントに反射光を入れました。それだけでほら、なんか背景に人物が馴染んだような感じがしますよね。反射光って地面からの照り返しです。反射光を描くだけで地面が明るいのか暗いのか、周りがどんな色味なのか分かりますので、すごくね、背景に人物を馴染ませることができるんですね。背景に人物が馴染まないと思ったら、原因の一つは反射光にありますので、これはぜひ覚えておいてください。さて、ちょっとね、人物を煽り構図にしたので、顔ももう少し小さくてもいいかもしれません。やってみます。はい、顔を小さくしました。このぐらいの方が自然な感じがするでしょうか。それと、さらに風を表現していきたいんですが、どこで風を表現できるでしょうか、これ以上。はい、それは髪の毛です。髪の毛を少し毛羽立たせることで風を表現できちゃいます。やってみます。はい、こんな感じです。あとですね、ここ重要です。密かにね、追加したんですが、この髪の毛の前面のハイライトですね。この小さなハイライト。ここにね、小さなハイライトできれば入れましょう。ハイライトが入っていると、そこに目が吸い寄せられるので、顔が印象的になります。ハイライトが入っていないと、こう背景にですね、顔が溶け込んでしまって、ちょっとね、目立たないということが起こっちゃうんですね。なので、逆に目立たせたくない場合には、ハイライトは入れないっていうのももちろんありです。はい。そして、目線はですね、こうですね。はい、添削前は目線が画面に向かっていたんですが、目線を上に上げて遠くを見るようにしました。絵においてね、目線を画面に向けるっていうのは、絵を見ている人を意識してるよということを意味します。まあ、アイドルの絵とかの場合にはそれでいいんですが、これから冒険に旅立つ主人公は、絵を見ている人というよりかは、未来を見ていてほしいんです。目線を上に上げることでね、この人は未来を見つめてるよという表現になりますので、目線にも気を配ってみてください。あとすごく細かいんですが、これもね、ありですかね。はい、何の変哲もない白い布なんですが、ちょっとそれだけだと寂しかったりするので、少しだけ模様が入ってるとキャラクターとしての魅力が際立つと思います。最後少しだけ輪郭や影など線で強調していきましょう。はい、人物はこんな感じです。次に背景も少し調整していきましょう。背景でも、いや、背景こそ壮大な感じをプラスするには大事な要素です。この絵で何よりも壮大感が失われている原因の一つは、このですね、手前の草です。この草がですね、かなり画面に対して平行にまっすぐ入ってしまっているんですね。これはですね、こうします。はい、地面をですね、ぐわんと湾曲させてみました。ほら、これだけでなんか壮大な感じ、不思議と出たでしょ。たかが草と思ってしまうかもしれませんが、意外とこういう細かい部分が絵作りにおいては大事なんです。はい、さらにね、雲の形も若干調整しますね。はい、これは多分絵の作者が意図的にやったんだと思うんですが、この雲がねハート型になってますよね。これがね何を意味しているのかは正直分かりません。これからのストーリーで深く関わってくるのかもしれませんが、どちらにしろねとっても意味ありげな雲なので、ちゃんとね目立たせてあげたいですよね。この雲を目立たせるためには、近くにね雲が密集しているとハート型の雲が目立ちませんから、スペースを取って思いっきり開けてあげましょう。はい、そしてさらに一工夫です。はい、空の青にもね濃淡をつけることで、手前と奥距離感を表現することができて壮大感アップですね。それとこうしてもいいです。
はい、奥側に地面を描き込みました。ちょっと小高い丘のような感じですね。あ、奥にも世界が広がってるぞ。で、見ている人は感じることができますので、見ている人も冒険したくなっちゃいますよね。そして最後こうです。はい、舞い上がる草をさらに追加してフィニッシュです。今回の添削は以上となります。並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。かなりね、壮大な雰囲気がアップしているのがお分かりいただけると思います。はい、今回は壮大な世界観を表現するためにはどう考えたらいいのかについて着目しつつ添削をさせていただきました。壮大ってね、言葉で言ってもいまいち絵でどうすればいいのかわからない部分があると思いますが、一つ一つ分解してお伝えするとこうなります。1回で理解できなかったという人はぜひ何回か見ていただいて、自分のイラストに取り込めるような部分を探してみてください。それだけでかなりレベルアップすると思いますよ。それと今回はほとんど全身が入る引きのイラストについてお伝えしましたが、もっと人物にグッと寄ったようなよりのイラストのコツが知りたいという人もいると思います。そんな時にはこちらの動画、上達法よりの絵がうまく描けない時はここができていないからですもご覧ください。さらにあなたのレベルアップにつながるヒントを得ていただけると思います。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。